かな。はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。ちょっと早いかもしれないですけど。はい。そう、前回の木曜日の動画で、ちょっとだけ最初にワールドカップのことを流したら、やっぱ著作権が厳しくって、なんだっけ、動画がアップできないっていうものが出ました。1分ぐらい、しかも生で、どうもしめじさん、こんばんよろしくお願いします。はい。そう。んで、1分だけ流して、確かね、ワールドカップのニュースを流しただけだけど、やっぱダメだ。スポーツはね、とにかく YouTube はね、すごい厳しいですね。うん、ちょっと流すだけでも、著作権っていう形であるので。で、今ちょうどその木曜日の、動画を、修正してるような状態です。まあ、YouTube ライブ僕いつもやってるんですけど、その YouTube ライブも、やっぱりこう、生でこうやってるので、いいんですけど、編集とかがなかなかなくて、まあ自分としてはいいんだけど、やっぱりこう、後になって、見たりとか、すると、著作権とかで引っかかっていたりとか、あとは何でしょうね。やっぱ今日も表記、下を見たら、やっぱり解説してるときにこう、やっぱり、テロップが流れたりしてるとか見えなかったりしてますよね。やっぱこういうのも改善しないといけないということで、今日は、テロップを、なんか、少なくしたりとか、なんか見えるようにね、ちょっとしてみました。またまあ、しめじさんもいつも見ていただいてるんで、こういう方がいいなっていうことがあればまたね、教えていただきたいなと思います。今日はね、テロップをこう少し上に流しておいて、まあ、下は見えるようにね、しておきました。はい。はい。ですね、最初に、そう、コスタリカ戦が明日7時からですかね。ワールドカップの方が。ちょうど僕は仕事中なので、あれですけど、速報とか気になっちゃいますね、やっぱ。視聴率も。こんばんは。木曜日は寝てしまいました。今日は大丈夫です。いえいえ、とんでもないです。よろしくお願いします。そう、しめじさんと二人でデートをさせてもらってました。はい。最近そう、もう、なんて言ったらいいかな。やっぱ、ライブなので、こうどんどん増えていかなくて、どんどんこう減ってっちゃうんですよね。まあ本当に気軽に、やってるので全然いいんですけど、シメディ、二人デート楽しかったです、W。そう、これで、もししめじさんが出てましたってなってたら、木曜日、もう一人喋りですからね。見てる人は、後から再生回数は別に、まあ少ないですけど、いるようなんですけどね。ライブでもし一人だったらどうしようかと思います。ねえ、なんかもっと、でも逆に僕はそのライブとかで、3、4人とか、本当に少人数でこう喋れたらいいなっていうのがあるので、逆にこう、増えていっても、なんか、なかなか難しいっていうかね、本当こう、ちょっと、バーじゃないですけど、前から言ってましたけど、この YouTube ライブは、ちょっとしたこう、なんていうのかな。少人数で囲う、こう、雑談的な感じで、やりたいなとずっと思ってたので、本当に、ありがたいと思ってます。はい。はい。でですね、今日はまずこれ最初今日の本要約チャンネルの老後一人ぼっちっていう動画がアップされてました。これね、今出してるところが、その老後一人ぼっちを楽しく愉快に過ごせる方法ということで、後半、1番、夫婦関係を見直す。2番、職場以外の友達を作る。3番、自炊が得意な人になる。4番、孤独を楽しむ力を身につけるということで、こう、4つ書いてあるんですけど、この動画の前段階、第1章かなが、
本当にあと10年後、どれだけの人が老後一人ぼっちになるかっていうのがすごくわかる、納得させられるものだったですね。まあ、今はだから孤独をどう楽しむかっていうことを考えた方がいいっていう風になってきましたね。これ現実ね、避けられないなと思いました。しかも、やっぱり健康寿命っていうことすごく言われていて、今寿命が伸びている分、健康である寿命っていうのも大事になってきましたよね。そういったことも含めて、今日この19時からアップされてるので、これ本当見ていただきたいな。今日ちょっとこれ紹介だけになりますけど、すごく納得させられるお話でした。で、自分も60、70ってなっていくときに、仕事が少なくなってって、で、自分の時間ができてきて、それでお金のことが不安になったりとかいろいろあるじゃないですか。で、そういった中で、どういうことを人生後半楽しみにね、過ごしていくかっていうのを考えていくっていうのをすごく考えさせられましたね。はい。はい。ということで、本予約チャンネルの方の紹介で、続いて今週のオーディブル、木曜日やれなかったので、ちょっとだけ、紹介したいと思います。オーディブルの方がどうしても最近ね、見ている、まだこれからなんですけども、この本当の定年後、小さい仕事が日本を救うってことで、これ多分非正規雇用の話だと思いますけど、読みたいなと思っております。これが、誰でもできるのに9割の人が気づいてないお金の生み出し方。これはトレーダーとして見ていきたいなということで、登録しました。まだこれ登録段階ですね。それから、池井戸明さんの、アキラとアキラがちょっと面白いよっていうことを聞いたので、こちら、登録をしました。はい。それから、学校が危ない。これは、見ました。教員のブラックなこととかね。以前にもちょっと紹介したと思うんですけども、実際にこの学校が危ないの内容は教育者としては、もう納得のいく内容ばかりでしたね。はい。後半、改善策というか、ありましたけどもね。はい。とても勉強になった内容でした。それから、居眠り先生、伊集院静香さんって僕、この方ちょっと筆者の方聞いたことあったんですけど、ちょっと読みたいなと思って、最初だけちらっと今読んだ状態です。これからまた読んできて、ちょっとこの先生っていう人物がとても面白い、独特な感じの方だなということで、これから読んでいきたいなと思います。教育書ですね、これ。先生どうかみんなを褒めないでください。いい子症候群の若者たち。これも大体読みました。教育書ですけども、今の大学生ぐらいの子たちが実はこの先生どうかみんなの前で褒めないでくださいっていう内容。これすごく実はね、生徒たちも聞いたんですけど、共感する内容らしいです。今の若者の結構このいい子症候群っていうのが多いみたいですね。これどういうものなのかっていうの話でしたね。それから、これ、すぐ死ぬんだからっていう、ちょっと78歳の方のお話らしくて、ちょっとこのタイトルに惹かれて登録をしました。まだちょっと読んでないですけど。はい。次。これが、瞑想で掴む投資の成功法ということで、これは大体読みましたね。はい。なるほど。瞑想、僕も、マインドフルネスはやってるので、トレードのイライラ投資をしている時には絶対にこの瞑想は大事だなっていうことが改めて分かった、内容でした。はい。あとちょっとこれ全部言ってるとあれなので、さらっといきますね。ここら辺は教育書ですね。白状。これ前回紹介したかもしれないですね。タクシードライバーの若い方のストーリーでした。23歳で大卒になってすぐタクシーの運転手になった女性の物語でしたね。面白かったです。あと、こちら、
半分減らす2分の1の心がけで人生はもっと良くなるということで、どちらかというと断捨離とか、それからミニマリストで流行ったと思うんですけど、物を減らしたりするとか。この方は物を減らすだけでなくて、いろんなものを減らしていくことでスッキリするよってことで仕事や食事や、もう本当に物だけじゃないですね。はい。ということですごく勉強になった本でした。あと半分ぐらいあると思います。あとは、そうですね。これくらいか。はい。あとは、このダイヤモンド社のところはいくつか気になるものは登録してやるっていう状況です。だいたい今1日1冊まで読めるか読めないかっていう感じですけど、さらっと読んで楽しいなと思うものと、あとやっぱり消しちゃうものもあるので、本当に好きなものっていうか、興味のあるものを広げていったりとかしていますね。歴史の本も読みたいんですけど、ちょっと今、老後の本が多い気はしますね。はい。またなんか、今こういうのがいいよっていうものがあったらまた教えてほしいなと思います。はい。もうオーディブルやって1ヶ月ちょっと経ちましたね。来月から僕10月15日に入ったって書いてあったので、12月の15日から月々1500円支払う形になりますね。はい。まあそんな感じです。はい。それではですね、本題というか今日のお話をしていきたいと思います。今日の特集は、久しぶり、NISA の高級化についてということで、実際のSBI 証券の、これから言ってった方がいいのかな。後で特集やりたいと思うんですけど、岸田さんがね、NISA 口座高級化を表明したということで、実際これどういう内容なのかをちょっと YouTube で紹介させていただいて、実際にSBI 証券の投資信託で自分がもしこの NISA 高級化した時に買いたいものっていうのを一緒にちょっとSBI 証券のね、で見ていきたいなと思っております。はい。はい。それではですね、相場はお休みなので1週間のパフォーマンスとかを見ていきながら行きましょうか。先に相場の方ざっと行きますね。先に行きます。相場の方ですけど、これから。はい。じゃあまず金曜日の為替から簡単に説明をします。金曜日、ドル円の方が139円の1ということで140円切った状態をキープしております。うん。円高が止まるのか、円安が止まるのかどうかっていう話がちらほらと出てきてますね。まだまだわからないとか、長期的には僕はまだ円安になると思ってますけど、150円までいくかなっていう感覚はあります。だって、まだ日本がなんていうのかな。今回はたまたまワールドカップとかいろいろそういう要素があって、とか、ドルの方が安くなったりするかって、円に対して高くなる要素がまだそんなにないので、今。はい。経済的にも。はい。なので、まだ円安の状態続くんではないかなと長期では思ってます。FX、特に他は動きそんなになかったようですね。はい。さていきますね。金曜日の日経。動いてませんね、あんまりね。0.35 ということで 28,200 です。はい。でも、もう一段上がっ29,000 前後だったらショートしてもいいかもしれないなと思ってます。はい。CFD も 28,300 という値になってます。はい。ダウ、ナスダック、S&P500 もあんまり動きが金曜日ありませんでした。木曜日ね、休みでしたよね、CBD さん。だから、なんか金曜日動くかなと思ったら全然そうでもなかったですね。はい。一応確認ですけども、S&P500 が4000をキープしています。はい。そうそう。
投資塾のユウさんとか、バフェット太郎さんもそうから、ちらほらと来年の S&P500 とか米国株が、白豆、お疲れ様です。白豆さんお疲れ様です。木曜日ありがとうございました。土砂降りの中。散々な TikTok ライブです。ありがとうございました。それでS&P500 とかが、このあたりが来年度、いろんなアノマリーの中で、まあ、大統領選挙が終わった、大統領3年目だとか、まあ、いろんな要素があって、来年、パフォーマンスとしてプラス 20% 上がるとか、30% ぐらい上がるとか、いろいろちらほらと来年に向けては、まあ、予想していらっしゃる方が出てきてます。で、なかなかね、長期っていうか来年度のことについては難しいですけど、まあ、ただ、世界恐慌みたいな形になれば別ですけど、特にこの利上げが止まって、利下げになってきたら、ね、ここの、で、この米国の2年債が今 4.46 じゃないですか。で、10年債が 3.69 じゃないですか。で、ここの 4.7 から5の近辺で止まって下がってくるようだったら、来年度、きっとこの、ことを、FOMC のことを、例えばそんなに影響なく、今と今年、もう FOMC がなんかもう、利上げ 0.5、利上げ 0.75、利上げ。で、これで株価がすごいブンブンね、動いたじゃないですか。で、ここがもう高止まりして、動いてこなければ、まあ下がってくる基調だったら、S&P とかもまた戻ってくる、ナスダックとか戻ってくるんではないかっていう話にみんななってると思うんですね。まあその中でもダウが少しね、落ち着いてきてるところがいいことですよね。そう思ってます。来年 20% 上がるって言ったら、これだと今4000ですので、4800なので、あれですよね。去年の末、12月の最高値を超えるってことですよね。超えるか並ぶかっていうことですよね。うん。そうあってほしいですけどね。まあ、ナスダックは戻ってくるまでまだ時間はかかるかもしれないですよね。はい。まあ、そんな風に長い目で見ていきましょうって感じです。はい。それでは、世界の金曜日の方もちょっと見ていきましょう。中国、あんまり変わりません。香港も変わってません。インドも変わってません。この中で、ベトナムだけ、なぜかパーンと戻しました。はい。ベトナムが底を打ったのかなと思うんですけど、毎回最近ベトナムの話してますけどね。はい。もうちょっとしたらまた、週足とか見たいと思いますけど、ベトナムだけ動きがありました。そうですね。あとはアルゼンチン。あれ？ワールドカップってアルゼンチンがサウジに負けた？ちょっと俺、あれはアルゼンチンだったっけ？忘れちゃった。はい。なんか南米の強豪がサウジにやられましたよね。ワールドカップほんとなんかですね、経済に影響をもたらしますね。お祭りというか、ちょっと驚きました。はい。ブラジルがえらい下がってましたね。金曜日。2.55 下がってます。はい。世界はそんなところです。コモディティちょっと見てみましょう。コモディティがですね、金曜日えらい動きをしましたね。ダウ指数は 1% 落としているんですけど、原油がやっぱりもう来ましたね。じり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 。今サラさんが来ればいいですけど、ガソリン価格がかなり安いみたいですね。はい。原油も76まで落としてますけど、これがインフレの高止まりの目安としてもっと落としてこれば、コモディティもそうですけど、小麦がえらい落としてますね。まあいいことですけどね。とか、この大豆コーン小麦が落ちてくることがいいことかもしれません。アメリカのインフレがね。はい。天然ガス
は相変わらずボラが高くて、今 7.2 っていうことですね。そう、ガソリンと灯油がとにかくバーンと落としてます。はい。ここがポイントですね。この下落トレンドを見守っていけたら、アメリカの株価の上がり方も見えてくるのかななんて思います。はい。仮想通貨見てみましょう。土曜日だけは。はい。なんかね、FTX が破綻した後、ダーンと落として、ちょっとだけ今戻してます。さすがに下がりすぎたのかわからないですけど、イーサリアムも、まあでも底値圏ですけどね、まだ全然。はい。ビットコインも。2万ドルちょっと切ってるぐらいですよね。イーサリアムも1100とかぐらいかな。1100ドルぐらいかな。ということで、上がってはいるけど、まあ底値圏でうろうろしてるという感じです。はい。S&P500 を見てみます。S&P500 の金曜日、まあこれ1週間のパフォーマンス見ましょう。はい。1週間では SP500 は珍しく大型株があんまり上がっていなくて、小型株の方がプラスという現象が起こりました。ね。ガーファムがそんなに上がってなくて、マイクロソフトは 2% 上がってるんですけど、はい。エネルギーも下がってきてる。ということで、ナスダック自体はこれ影響力がガーファム大きいからあんまり上がってないんですけど、S&P500 は戻してるっていうのは、このヒートマップ見るとね、わかるかなと思います。その中でちょっと気になるのが、多分決算型ペイパルが落としてましたね。この赤いですね、ここで。はい、6.49% 落としてました。あとはまあ、特に目立った感じはないですね。はい。世界の方の1週間のパフォーマンス見ましょう。世界で見ると明らかにおかしいところが中国です。いやー、中国のこれ本当ですか ?1 週間のパフォーマンス。またすごい落としましたね。中国の1週間、アリババで 10% 落としました。これって、なんででしょうね。また、ロックダウン？ちょっとこの中国のこの1週間のこの落とし方は、中国国内で何かあったとしか思えないですね。ジンドンも 13.98 も落としてますもんね。はい。東雲さんは知ってます？この中国のこの1週間の落とし方。とにかく数字だけ見ると明らかに中国だけおかしいですよね、動きが。まあ、ブラジルもちょっとこう1週間で言うと悪いですけど、少しですね。金曜日落としてた分ぐらいなもんです。はい。もう見るからに中国だけ悪い。はい。です。まあ、長期投資、僕は新興国株持ってますけど、中国は積み立ててますけど、まあ、いつ花が開くかわからない。はい。という感じですね。ただ、他の国は今週週間は良かったと思います。はい。じゃあ、パフォーマンスこんなところでいいですかね。では、あれ行きましょう。特集の前に今日の、株のチャートのお話をちょっとしていきたいなと思います。これをやってから株、株トレの方をね、2台やっていきたいと思います。木曜日、ローソク足のことについて結構面白い、ことをやったので、ちょうど、今日は、ローソク足なパターンで株価の動きを見極めるという話になります。はい。ちょっと、これ、でかくしました。で、ちょっと下切れてるかもしれないですけど。不動産がやばいのと、はい、iPhone の工場のトラブルが止まらない件しかわからないです。そうですね。そしたらまあ、1週間のパフォーマンスっていうよりも、最近、そうですね。不動産もずっとやばいって言ってますもんね、iPhone も。なるほど。
ね、ちょっとハイテクのパフォーマンスが異常に悪かったですよね。ありがとうございます。はい。では皆さんこちらの方の図を見ながらちょっと説明をしていきます。特定の形やロウソク足を、特定な形やパターンをロウソク足から探し出しましょうっていうお話です。ロウソク足は、それぞれの価格によって様々な形状を変化しますと。そのため長い歴史を得て、ロウソク足の形状を分析して、価格の動きを見極める方法が発展してきたと。方法論によっては様々な観点がありますが、基本は、ロウソク足がこの形になると将来的に価格が上がりやすいっていったものです。例えば、大陽線、大陰線は取引が始まってから一方的に買われ、また売られていることから買いや売りのサインが強いことがわかります。このような4つの価格の変化によって形成される特定の形を探すのがロウソク足の基本的な分析方法ですということですね。ちょっとこう見ますと、これ、チャートがスノーピークってあります。木曜日やったのがね、この、これ陽線が2つ白が続いてますけど、このロウソク足の実体の大きさが大きいものを注意してみましょう。ここの小さいのがたくさんあるより大きいのを1本強いのを見るかどうかで、上昇トレンドか何かを考えたりしましょうということです。で、これが、ここをね、大陽線が続いているから、買いの勢いが強いから上昇トレンドでしょうという意味になりますね。それから、ここ、上下に長い髭がある場合、これは、十字に近いので、トレンド転換するかもしれないよっていうことで、上昇しきって、もう、売りも買いも、ね、拮抗してるっていうことで、下がってくる可能性があるよっていう意味にもつながりますっていうことですね。それからここ、これ、下落局面で長い髭が、下髭がついてます。これタグリ線っていうやつ。また、説明をしていきます。それからこちら。下髭がなくって、上髭だけあるもの。陽の寄り切り線という言い方もします。またこの、ロウソク足の特徴についてはお話をしていこうかなと思っています。まずは、こういう買いサインのものっていうのを知っていただけたらなと思います。じゃあ次行きますね。ロウソク足の基本の分類ということで、陽線、陰線、同時線と言います。多分これパッと見てわかると思います。これですね。はい。じゃあちょっとこちらの方も読んでいきたいと思います。後でクイズやりますんでね、お願いします。基本は陽線と陰線ですということです。チャート、ロウソク足のチャート分析はいろんな角度がありますが、まずは最もシンプルな一本のパターンを見ていきましょう。陽線、陰線の考え方自体は非常にシンプル。いろんな情報を読むことができます。この間もちょっと言いましたけど、ここの陽線は上がってく線ですので、始め値が下、終わり値が上ですね。はい。で、陰線の方は下がってく方ですから、始め値は高いところですね。終わり値は低い位置。というふうに考えましょうっていうことですね。はい。これこっちで見てた方がわかりやすいな。これ読むより。じゃあ長さですね。はい。大陰線、小陰線、小陽線、大陽線。わかりますよね。実体が長い陰線のことを大陰線って言いますよね。はい。で、実体が、短い。こっちは白ですので、陽線のことを小陽線と言います。はい。で、長さ。
実体の長さ、始め値と終値の距離、値動きの勢いの強さ。そうですね。勢いがありますよね。こんだけ触れてますので。という意味になります。ここもいいですよね。はい。じゃあ次の図をちょっと見てください。これでいくか。スノーピークの、日足になります。スノーピーク。こちらの図を見ながら、ちょっと、ここ、解説を入れます。同時線は、髭の有無に注目。同時線、どこにあるかな？これですね。ちょっと、これ見にくいかな？同時線、値動きが読みづらいっていうところですね。ちょっと読みますね、ここ。また、ロウソク足は陽線も陰線にもならない場合があります。同時線と呼ばれている、始め値と終値がほぼ同じ価格をつくパターンです。同時線は安値、高値の実態の差がである髭の有無や場所によって呼び方が変わります。例えば、髭が全くない同時線は一本線。チャートで一本線なんてほぼほぼ見たことないですよね。一本って。上下、髭がある場合は十字線。この十字線っていうのはよく見ますよね。はい。十字になってるやつですね。それから髭だけがある場合はトンボ。はい。それから上髭だけの場合は大場となります。あ、これ次のやつをお見せします。これ、今言ってたやつですね。一本線。それから、十字線。それから、トンボ。これ、形を見てるですね。大場。で、これちょっと見ていくとわかると思うんですけど、この一本線の場合は、始め値と終値が全く変わらない、動いていないということですね。はい。で、十字線っていうのは、上下に髭がある場合は、始め値から高値まで行って、安値まで行って、終値が始め値と変わらないから十字になってるんですよね。はい。で、今度、トンボ。下髭がある場合、始め値があって、安値で落として、終値で戻したから、上がないですね。十字で。大場。上だけある場合。始め値があって、高値で伸ばして、終わりで戻した。ということになりますね。まずは、この、ロウソク足のこの4つの線を特にこう十字線よく見ると思います。うん。優先順位としては、僕的には十字線を見ておけばいいなと思います。トンボとかトウバとかまで細かく見ちゃうと分からなくなっちゃう時があるので、こういう、このロウソク足はこういう動きをしてるんだってことだけ知っとけばいいかなと思います。はい。逆に一本線ってほとんどないと思いますね。はい。はい。ということで、今だいたいロウソク足についてね、ちょっと説明、また次回、もうちょっとロウソク足のいろんなものを見えるようにしたいと思います。それではクイズ参りましょう。カブトレお待たせしました。皆さんお待たせしたのかな。この間清水さんと2人でやって2人とも外したという24番は、じゃあ今日は25番になりますね。はい、見えますかね。じゃあチャートの方を見てください。説明をします。M 社と N 社、売るならどっちということで、今回もこれロウソク足について M 社と N 社で売るならっていうことで考えてください。説明いきます。M 社と N 社の週足チャートです。5週前、両社とも株価が1000円の時に100株ずつ買いましたが、急遽資金が必要になってどちらかを売らなきゃいけなくなりました。あれ？これやってないですよね。なんか同じようなのがやった気がするけど。
N 社と、あれしめじさんこれ、やったあれこれなんか、ちょっと待って、前のやつと似てる気がするけど。あ、そうか、前のやつは売るならどっちで K と L だったの。今回は、これね、5周ね。はい。なんかやった記憶があった気がしただけですね。このチャートを見ていただいて、N 社と N 社はどっちかってことですね。シメディ、木曜は違う問題です。すいません、ありがとうございます。似てるなと思って、ちょっとボケてきちゃった。はい。ちょっとチャートの説明だけします。M 社の方は、この白いのが陽線ですね。上がっていく方ですね。で、はい。で、下がこれ、一応、出来高も出してますね。下のグラフは。出来高が出てます。M 社が、1000円から上がってったけども、最後1500円で陰線をつけて、M 裏ネバ。M 裏ネバって言ってますね。で、N 社が上がっているんだけど、陽線をつけてるんだけど、下がってきていて、っていう形ですね。はい。じゃあヒントいきますね。下にちょっと書いてあるの読みます。ヒント。どちらも最後に売買高が急増しています。売買高が急に増えるということは、誰かが急いで売買したということになります。M 社と N 社でそれぞれ急いで取引したのは、売り手か買い手かを考えてみてください。はい。売買高が増えたとき、売り手と買い手の間でどのような戦いが考えれば、答えはおのずと明らかになると思います。というのがヒントです。はい。いかがでしょうか？最後のところがポイントですよね。きっとここが。M か N は。シメディ、M に1票。はい。ですね。どうでしょうか。今回もまあまあ難しいかもしれませんけど。ちなみに今のうちにちょっと来て、11時からの YouTube ライブより10時半とかの方がいいんですかね。皆さん、やっぱり、お花、M にします。眠たい。この時間はもう結構眠たいですかね。なんかちょっと最近10時半の方がいいのかなとか。10時だとね、ちょっと僕がね、なかなか準備ができないので、あれでしたけど、すっと思ったんですけど。またよかったら、週2回のね、結局、1時間程度なんで、10時半でもいいなっていう方がもしいればね、また言ってくださいね。はい。という話をしつつ、3人ともみんな M で行きましたね。では、答えの方行きますよ。ドン。シメディ、N で陽線なのに加工していくのが不思議に感じます。あんなチャートなかなかないですよね。なんで週末でいつも上がっていくのかなって思いましたよね。はい。答えの方が売るなら M 社ということで。多分ね、しめじさんあれ引っ掛けするようにしてると思います。だから要は、陽線だから、上がってるって見る人もいるかもしれないですよ。かもしれないですね。ちょっと解説を読みますね。皆さん正解ですね。M 社ですね。はい。売るなら M 社。長い上髭をつけた陰線。M 社は、直近の週足。長い、これね。上髭をつけた陰線です。上昇してきた株価が下げに転換する可能性を示唆する形です。だって終わりの方がここの方が
ね、強いですもんね。下げてきたってことですよね。はい。ここで買い手と売り手はどのような戦いがあったか振り返ってみましょう。先に動いたのは買い手でした。はい。買い手は4週続けて上がってきた株価を見て、ここからさらに大きく上がりそう。今のうちにたくさん仕込んでおこう。と考えて大幅に増やしました。株価は強引な買いで一時期1500円まで急騰しました。ところが、そこで買い方は、大方予定の株価を買ってしまったと考えられます。あるいは何らかの悪材料が出たかもしれません。上昇した株価を見て、売り手が売りを増すと何の抵抗もなく株価はあれよあれよという間に下がってしまいました。高値で大量に買い付けた相手たちは、ここで買った人たちね、たちまち含み損を抱えて、買いが失敗であったことに気づきますと。損切りで売りを出す可能性がありますと。まあ、そうですね。もともと買ってた人はここでもう、これはまずいっていうことで、出来高も高くて売ってしまおうということで、まあ、ここをやっぱり勝負したってことですね。はい。では、次行きますよ。26番。O 社と P 社買うならどっち？いきます。チャートの方を見てくださいね。以下6週間のチャートを見て判断してください。もうこんだけです。ヒントもないです。はい。6週間のチャートを見て判断してください。ポイントだけ言いますね。清水さん、これちょっと復習的なものが出てきました。包み足とはというのがポイントらしいです。包み足とは、はい。O 社と P 社の、最後、2週の週足の形を見てください。シメディ、O に1票。はい。前週の高値と安値が次の週のローソク足の実態、始め値と終値の周辺に収まっていることを包み足と言います。二つとも包み足を出てますね。はい。ローソク足の解説書に買いシグナルや売りシグナルとなっているいろいろな方と名前を覚えさせるものがありますが、私はそのようなのに暗記するものをお勧めしません。売りまたは買いの。お花、O です。ほう。皆さんに出てきましたね。または買いの勢いを表していることに間違いはありませんが、あくまでも参考程度に見る程度としましょうということになります。さあ、週足、包み足ですね。どうでしょうか。ちなみに、この2週間も、O 社も P 社も売高、出来高も高いし。白の目、問題を聞いてなかった W。問題はあれですよ。O と P の、方で、6週間のチャートを見て判断してくださいなので、すいません。もし画面が見れなかったらごめんなさいですけど、これで買うならどっちですね。買う方です。はい。白目さんはパッといけると思いますけど。はい。どうでしょうか。白の目、買うなら O。はい。ということで皆さん出ました。はい。では、答え出しますね。はい。そうですね。買うなら O 社ということです。じゃあ、読んできますね。こっちで見ていくといいですね。この図を見ていきましょう。買うなら O 社です。陽線包み足と陰線包み足ですね。はい。O 社は、陽線が前者の陰線を包む陽線包み足となっています。下げトレンドが続いた後、これが出ると相場の転換点となる。つまり上昇に転じることもあります。
B 社はその逆です。上げトレンドが続いた後、陰線が陽線を包む陰線包み足が出ています。ここから下げに転じる可能性もあるので、注意すべきところです。ということですね。はい。その通りです。なので、この包み足っていうのは、すごく大事で、強い転換点を示します。はい。その包み足がしかも、でかいければでかいほど影響力が大きいです。その他のものを見るより、この包み足の、大きさを見た方が、一本のね、見た方がいいと思います。はい、しかも、週足でそんなの出ちゃったら、もう、はい。なんだ。そのトレンドに乗っかれみたいな方が大きいと思いますね。うん。まあ、15分足とか短い足だとなかなかそれも騙しが多いですのでね、難しいですけど。日足もしくは週足なんかでこれ出てたら大きいですね。はい。王社の、ここに書いてあるんですけど、陽線包み足は一つのろうそく足で書き足すと、長い下髭を出した陽線であることがわかります。そういうことか。これとこれで言うとこうなっちゃうんだ。はい。合体させると。はい。はい。ということで、傘にかかって売り込んできた、売り手が、買い方の大反撃にあって撃退された形でしたって。はい。B 社は逆に長い上髭を出した陰線ですと。勢いに乗って攻め込んだ買い手が売り方の反撃にあって壊滅的打撃を受けた形ですって。これが。はい。まあそうですね。この低いところでこんなに大きくなってますもんね。はい。ということでしたね。はい。それでは今日の特集いきたいと思います。ちょっとごめんなさいね。はい。今日の特集ですけども、NISA の高級化について。皆さんも、ちょっとこの、ウーロン茶飲みますね。これ1リットルあるんですよ。1日今、1.5 リットルぐらい飲むかな、麦茶。はい。サウナに行ってるので余計によく飲みますね。ご飯は、1日1食プラスナッツは継続してます。今ちょっと停滞期になってるので、ここで、ちょっとまた、停滞期下がればまた3キロずつは落ちるかもしれないですけどね。体調はいいですね。すいません。関係ない話で。で、今日はこちらの、まずひよっこ投資家さんが、今回の、高級化についての制度についてすごくわかりやすく動画を出してくださっていたので、動画がね、18分なんですけど、前半の何が改定するかっていうこと、後半がね、この動画が実はシミュレーション、その NISA を高級化した時のシミュレーションのこういう動画だったので、まあ前半のこととかをちょっとまず聞いていただいて、それから最後にSBI 証券でじゃあもうこういう状態だったらこういうの買いたいなっていうのをちょっと話していきたいなと思います。すいませんね。ひよっこ投資家さんって皆さん見てますかね？割と丁寧にチャンネルを作ってらっしゃる。わかりやすい方だなと思いますね。ちょっといいですか？1年経ったらその箱を一旦閉じて、あとは20年間寝かしていくと。それを毎年繰り返すというものでした。ですので、2022年の箱は一旦閉じると、2042年までしか非課税で運用できず、あとはこの青色の課税口座に移行されるというものでした。さらに縦軸の投資可能年数、いわゆる非課税の箱が提供される年数も2042年までと決
決まっているわけですが、これらが撤廃されるということです。つまり横軸の20年という縛りも、ありがとうございます。縦軸の2042年までという縛りも気にする必要がなくなるというわけです。これは非常に大きいことです。実は過去に何度も金融庁から財務省へ NISA 制度の拡充プランというのは要望が出ていたんですが、全くそれが通っていなかった状況でした。しかし今回岸田首相は貯蓄から投資といって日本にも投資を普及させるべく、直近の11月25日資産所得倍増分科会では一般 NISA と積立 NISA の双方の恒久化を実施する。さらに金融実際にこれスタートする最短で国会で法律通して施行されるのは4月それでは具体的にどういった内容で想定されているのか、金融庁の令和5年度の税制改正要望という資料をもとに11月25日時点の資産所得倍増分科会の案を見比べながら、現時点でどこまで想定がされているのかを見ていきたいと思います。その内容を確認するとこちらです。細かく書かれているので拡大すると、まず要点のポイントということで、簡素で分かりやすく使い勝手の良い制度にという記載がされています。実は令和2年度の税制改正大綱で一般 NISA が新 NISA になるということで、2024年に新 NISA の1回部分が積立 NISA と同じく投資信託 ETF の積立投資のみということで20万円分投資可能。さらに残りの102万円というのが2回部分ということで、現在の一般 NISA と同様に個別株にも投資が可能ですが、1回で積み立て投資を行っていないと2回の利用はできないという、なんとも複雑な改定案が予定されていたわけです。これが非常に分かりにくいと不評な声が多かったので、今回この2階建てのいわゆる新 NISA 案っていうのは撤回されて、新たな NISA として再度検討するということになったようです。では内容入っていきますが、まずは何といっても制度の恒久化ということで、一般 NISA では2028年まで、そして積立 NISA では2042年までだった投資可能年数を恒久化するということになります。この縦の非課税の箱がこれからも毎年ずっともらい続けられるということですね。続いてこちら、非課税保有期間の無期限化です。非課税期間が今まで積立 NISA では20年だったわけですが、始める人が増えるかどうかってまたなんか別問題な気はしますよね。投資をしている人が便利だなと思っているんだけど、全く投資をしてない人はそもそもこの法律が変わったからほい投資するかっていうと、なんか別問題の資産所得倍増分科会の中でも積立 NISA でいくと年間40万円のだからもっとお金の勉強とかを根本的にその学校で入れたりとか学ぶものを広げたりとかしない、もしくはそのアメリカがすごい上がってて周りの人が多い投資した方がいいぞいいぞっていう雰囲気にならない限り、制度変えても増えていくかどうか、なんか石田さんも言ってましたね。3400件数を目標とかって言ってた。これは厳しいですまでの資料では売った金額に対応する母価が障害枠として復活するということが言われています。ちなみに母価っていうのは簡単に言うと買った時の値段です。イメージになるんですが、例えば障害非課税限度額が2000万円だったとします。その場合、その2000万円のうち1500万円分をNISA枠で投資信託を購入したとします。残りはあと500万円分購入できますよね。そこで1500万円のうち300万円分を売却したとします。現行の制度だと残された枠は500万円ということになっていますが、新しい制度ではこの売却した分の300万円がNISA枠として復活して、残り800万円分が可能になるということです。つまり2000万円分の投資信託などを購入して、それを超えない限り売却してもずっと非課税になるということで、非課税枠が復活するというイメージです。これも実現してほしいところですが、日本経済が変わるかどうかは全く別問題だと思います。安定的な資産形成を促進する観点から、長期積立分散投資による積立 NISA を基本としつつ、一般 NISA の機能を引き継ぐ成長投資枠を導入するということです。
これも今回の分科会の中ではこのなんか成長投資枠っていうのがちょっと面白いですね。イメージとしてはこういった形で、緑色の枠。ありがとうございます。その中に成長投資枠として、いくらか個別株や ETF などが購入できるという青枠を。すいません、本当リアルタイムでありがとうございます。ちょうどこの前半の部分が分かりやすかったので、紹介させていただきました。みんなで今勉強させていただいてます。ジュニア NISA は毎年年間80万円までのいやー、こうやって動画をリアルタイムでこうやって来ていただくなんて本当に嬉しいです。ありがとうございます。まで拡大させるということですね。これも直近の情報の中ではまだ未定の部分になっています。ということで、今回最新情報として岸田首相が実施していくと明言しているのはこちらの内容になっていて、NISA 制度の恒久化、さらに NISA 制度の非課税保有期間の無期限化、一般 NISA 積立 NISA の投資上限額の増加、さらに2024年から施行予定だった新 NISA 制度を撤回すると。そして下の残り3つですね。一般 NISA と積立 NISA が統合されるのかどうか、生涯投資可能金額がどうなるのか、積立 NISA の対象年齢を未成年者まで拡大するのかどうかっていうのは今後の情報を待ちたいと思います。それではこれ、はい。今のところがこれからこの後半っていうのは実際その高級化になった時のシミュレーターっていう形で、まあ当然今現在 NISA で使っている人たちがどういうふうに変わっていくかっていうことだったので、まあちょっとこれはいろんなケースが出てくると思いますんで、動画の方はちょっと割愛させていただいて、今回のこのテーマ。多分ですけど、私たちの投資をしている中では、積立 NISA のことより NISA が高級化するっていうことの方がでかいと思います。だって、積立 NISA と実は NISA の、二つあるじゃないですか。圧倒的に NISA の方が使ってる人が多いらしいんですよ。なぜかというと、今まで NISA っていうのがその5年間で、120万円。だから割と長期積み立てをしている人間よりも投資をしている年代が60、70、80っていう高齢の方が多い時に積み立て NISA をやってないんですよね。だから、NISA を使っている人の方が多い。うん。で、投資会社さんで NISA 使ってやってくださいねっていうことも多くって、積立 NISA ってどちらかというと20年じゃないですか。だから若い人たちが積立 NISA をやるケースは多いんだけど、もともと投資している人たちって、全人口の、20%? その中のまた積立 NISA だから、影響力としては NISA が5年から高級化するっていう方が圧倒的に、投資をしている人たちは、有利だと思います。うん。ということで、まあ、新しい人たちはまた違うアプローチで、投資がね、できればっていうことで、まあ僕も高校生に、お金の勉強しようねっていうことでちょっとやってるんですけど、まあそれはそれで置いといて。ということで、施行の方が4月ぐらいからかなっていう話ですね。はい。ひよっことうすからありがとうございます。またなんかね、いろいろこうやって、雑談みたいにしてますので、ね、よろしくお願いします。資産課税の増額がセットとか考えてるはず。そうですね。そうです。確か富裕層に対してその代わりごっそり取りましょうねっていうのはまた、一緒にやると思います。だから、中間層とか、そういう投資をして資産形成をする人たちには有利に働いて、お金を持っているその富裕層、もしくは高齢者の方が、たら、がっつり税金取りましょうねっていうのをセットにするはずですね。まあでも、理屈は通ってる気はしますけどね、そこは。はい。うん。はい。でですね、今日最後に、これですね。すいませんね。はい。SBI 証券の、こちら、銘柄です。投資信託銘柄一覧ということで、投資信託で、2653件ありますけども、
まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、この投資信託の第1位は、SBI 証券の場合は、S&P の、SBI 証券さんの、これ、投資信託が1位ですね。うん。ここに書いてありますね。見えますかね？積立 NISA。これ、積立 NISA って紛らわしいですけど、SBI は。これ、積み立てもできるよっていう意味ですね。ただシステム上できますよっていうだけですね。で、NISA と積み立て NISA ってここに載ってます。で、多分、この、4位の SBI の日本株 3.8 ベアとか、この5位の、日本株 4.3 ブルっていうのはですね、もうブルベア商品は、多分残念ながら、ナスダックのレバナスもそうですけど、NISA からさすがに外れるのではないかなと思います。ここ、外れると思うんですけど、税金かかっちゃうと思います。今 NISA なんですけどね。これが高級化だったらもうとんでもないですよね。このまま高級化でいったら。どうなんでしょうね。ここのブルベア商品に関して NISA を続けるかどうか。で、ここの NISA と積み立て NISA がこれが一緒になるっていうことですね。はい。ということで、多分、ブルベア商品以外で、この新しくできる NISA 枠が高級化したら、税金 20%、要は、含み益とかね、が出た時に 20% 取られない。いうことになってくると買いたいものっていうのを探したいんですね。これまあ、久しぶりに見ましたけど、1位から見ていただくともう、まだ、これ S&P500。でね、これね、パワーサーチがね、ちょっとね、クレームやるわけじゃなくて、ヘボいんすよね。これ、あれしてほしいんですわ。ここにサーチするときに、当たり前ですけど、アメリカの積み立ててる人が圧倒的に多いのに決まってるんですよ。そうですよね。だから、これ金額、この売買金額ランキングじゃなくって、もうちょっと簡単にできないのかな。僕は、売買、なんていうのかな。件数？販売件数か。販売件数ランキングにしてほしいですね。はい。だから今、これで言うと、販売件数だったら少額でも新興国に積み立てようっていう動きが出るかもしれないじゃないですか。なので、一応こうやって出すと1位からもうずっとアメリカなんですよ。まあアメリカ。日本株のブルベアが4位、5位。で、6位がアメリカ、全米。これも7位がアメリカ。8位がブルベア商品。9位が、これも全米。国際グローバルとか書いてあるですけど、投資信託も ETF もそうですけど、アメリカの時価総額が高いので、全世界って言っても、アメリカのポートフォリオの割合高いですよね。グローバルって書いてあっても。ほとんどここアメリカか日本なんですよね。これずっと15位も見てて。まあこれ均等型ですね。これ日経インデックスですね。14位が。を見てって、今日ですね、僕がおすすめしたいのは、どうしよう。20位までこう見ていったんですけど。出てくるかな？21位が初めて J リートが出てきました。J リートっていうのは、国内の、不動産の会社に投資をするというものですね。21位ですね。ここら辺からちょっとばらけてきます。21位くらいから。はい。はい。出てきました。一つ。イーストスプリング、イーストスプリング、インドコア株式ファンド、23位です。はい。じりっときました。一つ目、インドですね。はい。インドの株式です。これです。まず一つ目。ちょっとこれ出しますよ。23位の。こ
これが何かというと、いつできたか。この投資信託ができたのは、2022年7月29日です。ということは、まだこの投資信託ができて3ヶ月しか経ってません。なのにもう20位にいます。はい。で、このグラフだけ見ると、パフォーマンス下がったように見えますけど、スタートが、まだできたのが8月1日スタートなんですよ、今年の。なのでこれ下がってません、別に。もうご存知の通り、インドは今最高値に来ているので、はい。これがインド全体をできる投資信託ですね。はい。まず一つ目。この、インドの、ものですね。はい。これですね。あ、これじゃないわ。これが一つ。次、ずっと見ていきましょう。債券が出てきました。はい。28位に、この債券が出てきた。これ、債券は、好き好きだと思います。ちょっともうちょっと安定したパフォーマンス出したいなっていう方だったら、この、EMAXI Slim の、先進国債券インデックスもいいかもしれませんけど、僕はまあ、もうちょっと強気に出ます。ここら辺からばらけてきますね。出ました。これちょっとギャンブルチックですけども、34位下がってますけど、三井住友 DS 高成長インド中型株式ファンドと言います。もうね、見てわかるように SBI 証券の投資信託でも20位ぐらいからインドがちらほらとも顔出してるんですよ。はい。こちらの方ですけど、この投資信託ができたのは、2011年なのでだいぶ古いですね。昔からある、投資信託です。で、ちょっと実はこれ人気がないのは、さっき見た、このインドの、これ、イーストスプリングコアっていうのが、投資信託料が実は 1%、0.99%、レバナスと同じぐらいですね。安いんですよ。で、この三井住友の投資信託料が 2.05% で、古くからあって投資信託料が高いんですよね。だから人気が落ちてるんです。はい。この投資信託料がポイントです。はい。ということで、ちらほらと実は投資信託でインドが出てきてるよっていうのがわかると思います。はい。で、ここがNISA口座ができてくると面白いですね。で、今日最後ですね。僕のおすすめは実はこのランキングからちょっと外れたところにあります。これですね。はい。出てきました。SBI インド&ベトナムファンドと言います。はい。ぜひ、一つ、このポートフォリオで、積立 NISA がこう変わったときは、このポートフォリオ1個、長期で見ていただくのはどうかなと思ってます。はい。見ていただくとわかるように、インドとベトナムの2つの国のファンドになります。で、できたのが、2007年の7月25日です。で、ランキングを見ていただくと、やっぱりベトナムが今下がっていて、上がってくるのではないかなっていうこともあって、このトータルリターンはすごい悪いんですよ。ベトナムが悪いからです。だけど、もうちょっと見て、もし今年の春、来年の春、NISA が応急化した時のベトナムの動きをちょっと見てもらうと、これ一つベトナムとインドの2国をまとめて投資ができるので、積み立てもできるので、面白いかなと。ただ、
一個だけ気になるのは、信託料が高い。なので、もしかするとですけど、春の時点で、インドとベトナムの投資信託で安いものが現れるかもしれませんので、この2つの、今これ 2.2% っていうのは、ベトナムと投資、インドを投資してる人がまだまだこれからだからこの投資信託料が低いんですよ。高いんですよね、これが。これが需要と供給のバランスで、少しずつ、これインドとかこういったところ投資した方がいいんじゃないのかなと思うと、この投資信託料は下がってきますので、はい。新しい、ものも出てくるかもしれませんね。ということで、僕は一応、何もなければ、このファンドに、投資をしようかなと思ってます。組み立てしようかなと思ってます。月々1万円でもいいので、はい。まだ、アフリカは早いかな。本当は僕はアフリカの、投資信託もやりたいんですけど、ちょっと情報が少なすぎるのと、まだ、そうですけど、政治的リスクもすごく大きいので、ポートフォリオの中にまだアフリカ入れれてないですけどね。はい。CFD は、もうやってるんですけど。ということで、インドとベトナムについて、は、これから、4月、来年向けてアメリカがこう上がってくるかなっていうのはアメリカ一辺倒だけではなく、ぜひ、こういったものも考えてみてはどうかなという、ご提案でした。で、国ゼミさんあたりとかの動画を見ていただくと、割と、こういった理由付けもしっかりしてると思いますし、実際にチャートもね、見ていただくとわかるんですけども、いつも紹介しているように、ベトナムは底を打ったかもしれないなっていう動き、それからインドは最高値を今更新しようとしている状態。なので、来春まで検討してもいいかななんて思っております。はい。いかがでしたでしょうか。今日、ひよこ投資家さんが突然ライブにコメントいただいてちょっと嬉しかったですね。はい。本当リアルタイムで聞いてくださってありがとうございました。木曜日なんですけども、また何か出てきたらやりたいですけども、そうですね。今、ワールドカップがやっぱあるので、日本の動きをしっかり見たいですね。金曜日、3試合目って、スペイン金曜日か。だから多分、来週になるとちょっと面白いかもしれないです。どういう動きになるか。なんか悲しいですけど、ワールドカップで株価が動いてるって面白いですけど、他になんか、ね、日本でいいことないですかね。なんかそういった動きとかがあればね、またお伝えできればな、なんて思っております。はい。今日も長い間ありがとうございました。じゃあまた木曜日、その10時半の方がいいよっていうのまた言ってくださいね。一応、なんか要望があれば僕は10時半はギリギリ間に合ったりできるので、はい。できるだけ、参加しやすい時間帯もしたいと思うんですけど、どうしても塾の関係や家庭教師の関係があるので、ギリギリ10時半ぐらいになっちゃいますけどね。また30分でも早くできるようだったらまた言いますね。はい。お花、お疲れ様でした。じゃあ、それではまた木曜日になります。シメディ、お疲れ様でした。ありがとうございました。東雲、お疲れ様でした。